こんにちは。さて、皆様は Paint 3D って使ったことありますでしょうか？こんな感じで適当に描いた絵を 3D モデル化することができます。以前は Windows の標準機能として搭載されていました。マイクロソフトストアからもダウンロードできていましたが、気づいたらしれっと Windows から消えていました。マイクロソフトストアからもダウンロードできなくなってしまいました。どうも使っている人が全然いないというのと、技術的な問題を抱えているのではないかという噂はあります。そんな悲しいツールですが、このツールを使ってこんな 3D モデルが作られています。壁紙用の画像だけですが、公式のマイクロソフトストアでダウンロードできます。結構凝ったものもモデリングできることがわかりますよね。Paint 3D 自体は年齢レーティング3歳以上とのことです。お子様、お孫さんが落書きしたものを大人がフリーキャドに取り込んでアクセサリーに加工してみるとかできそうです。さて、そこで問題となるのがどうやって Paint 3D を入手するかです。Windows 10を使っている方はインストールされているかもしれませんので、確認してみてください。問題はマイクロソフトが公式で公開を取りやめているので、サードパーティのサイトから入手するしかないという点です。ウプ主はダウンロード方法の解説動画を作っていました。ですが正規の方法ではないため、結局自主規制することにしました。ウプ主的には時間と労力が無駄になってしまいましたが、ウイルス感染とかのリスクもあるためやむなしというところです。興味がある方は自己責任で自力で探してダウンロードしてみてください。ダウンロードできるのは今のうちかもしれません。ではこの動画はこれで終了。なんてことはなく、本家本元の手書きスケッチからの 3D 化を行うツールがあります。東大のホームページにテディというのが公開されています。ウプ主が学生の時に公開された論文です。当時は結構話題になりました。タイトーの落書き王国というゲームでこの技術が使われています。まあぶっちゃけゲームコントローラでお絵描きするのは無理すぎという感じだったのを記憶してます。Paint 3D と同じように2次元でお絵描きしたものが3次元モデルになります。では早速ダウンロードして使ってみましょう。説明が早すぎるという方は一時停止しながらご覧ください。ブラウザでテディ東京大学で検索してください。 PDF のページではなくホームページを開いてください。ここでテディと書いてあるリンクをクリックします。開くと文字化けしているかもしれませんのでエンコードを変更します。文字コードを UTF-8 に変更してください。文字コード変更方法がわからない場合は Edge や Chrome ならキャラセットという拡張機能があります。正常に文字が表示されたらテディパッケージをダウンロードするをクリックしてください。文字コード変更ができなかった方、拡張機能をインストールするのが面倒だった方はとりあえず読めませんが、ここをクリックしてください。ダウンロードダイアログが表示されますので保存をクリックします。ダウンロードが完了したらダウンロードフォルダを開いてください。テディの ZIP ファイルが存在すると思います。この ZIP ファイルを展開しましょう。適当なフォルダに展開してください。テディ J というフォルダの中に展開されたファイルが存在すると思います。この中でテディ HTML が使い方マニュアルテディ .bat が実行ファイルです。とりあえずテディ .bat をダブルクリックして実行してみましょう。実行するとこんな画面が表示されます。ここでお絵描きをすると3次元モデルに変換されます。いろいろ機能がありますので、細かい使い方はテディ HTML に分かりやすく書いてあります。ウプ主は壊滅的に絵心がないので、とりあえずサンプルとして星型を描きます。セーブボタンの隣にエディットボックスがありますが、そこにファイル名を入力します。とりあえず星という名前を入力しました。その後セーブボタンを謳歌すると星 .obj が作成されます。この星 .obj をフリーキャドに読み込ませます。ではフリーキャドを立ち上げてください。新規作成ボタンを押して新しくドキュメントを作ります。次にメニューバーのファイルからインポートを探してクリックします。ファイル選択画面が表示されますので、先ほど作成した星 .obj を選択します。モジュールを選択しますというダイアログが出てきます。
なんか2つ項目がありますが、どっちでもいいです。エイリアス、メッシュはシンプルな単一のメッシュ、ウェーブフロント、オブジェクトは複数オブジェクトのメッシュです。今回はエイリアス、メッシュを選択しました。すると先ほど作成した星ドット OBJ の3次元モデルがメッシュオブジェクトとしてインポートされます。さて、せっかくなので Paint3D のパターンもやってみましょう。新規作成して適当に絵を描きます。心が汚れそうな絵ですが気にしません。名前を付けて保存で 3D モデルとして保存します。今回は .3MF 形式で保存します。ではフリーCADで取り込みましょう。やり方はテディの時と同じです。さて、テディと違う点はポリゴンが多い点です。ワイヤーフレームで表示するとよくわかりますが、かなりポリゴン数が多いです。このままだとものすごく処理に時間がかかりますので、ポリゴンを減らしましょう。メッシュワークベンチに間引きという項目があります。間引きをクリックしてください。タスク項目に間引きの設定パラメータが表示されました。スクショという項目と交差という項目があります。まず縮小ですが 50% だとポリゴン数を約半分に減らすという意味になります。絶対番号をチェックするとポリゴンの数を指定することができます。次に交差ですが曖昧な表現になりますが、ポリゴンを減らすとカクカクになりますよね。そのカクカク度合いをどのくらい許容しますかという値です。単位はありませんが、イメージとしてパーセントとして考えるとわかるかもしれません。正しい説明ではありませんが、 0.10 なら 10% ぐらい形状が変化するというようなニュアンスです。実際にやってみて少しずつ調整していくという流れになるかと思います。ではやってみましょう。とりあえず縮小 50%、 交差 0.10 です。なるほど、わからんということでメッシュを選択するとプロパティに点、線、面の数が表示されます。この値を見ながら適当に数値を変えて調整してみてください。何度か調整しながら間引いてみるといい感じにポリゴンが減らせます。まあ形はどうあれポリゴンは減らせました。こんな感じで Paint3D もテディと同じように取り込めます。さて、現状メッシュというオブジェクトで扱っている状態です。メッシュワークベンチは頂点やポリゴンをいじる機能です。これをパートやパートデザインワークベンチで扱えるようにする必要があります。細かい説明は割愛しますが、ざっくりとこのような分類分けとなります。ということで、まずはパートワークベンチで扱えるようにしたいので、メッシュからシェイプに変換します。パートワークベンチに切り替えて、パートメニューのメッシュから形状を作成をクリックします。メッシュからシェイプへというダイアログが表示されます。シェイプを縫い合わせというのは、もし 3D モデルの中に隙間があると困るので、隙間を埋める処理です。トレランスは隙間を埋めるサイズです。今回は特に気にせず無視します。これでメッシュの下にシェイプが作成されました。この時点でメッシュ星は不要になります。このシェイプ星001をパートデザインで扱えるようにソリッドへ変換したいところですが、この 3D モデルのサイズがわからないですよね。パートデザインでは 3D モデルの拡大縮小ができません。なのでサイズの調整はメッシュかパートワークベンチで行う必要があります。現状のサイズを測る方法はいろいろありますが、今回はメジャー機能を使ってみましょう。メジャーのアイコンがありますのでクリックしてください。サイズを測る前に1回リセットボタンを押した方がいいかもしれません。次に星の端と端の頂点を選択します。頂点の2点を選択すると距離が表示されます。 3.54mm と表示されていますね。この星をだいたい 5cm くらいの大きさにしたいと思います。ということで拡大率は 50.0÷3.54 となりますので約 14.12 倍となります。では拡大してみましょう。パートメニューの拡大縮小を選択します。ここの係数の項目に先ほどの 14.12 を入力します。入力すると 14.12 倍大きく表示されます。ここで元のシェイプ星001がスケールの中に入っていることがわかります。では目標通り星のサイズが 5cm になっているか測ってみましょう。メジャーで測ってみるとバッチリ 50.02mm つまり 5cm になってます。これで
サイズの問題はクリアしたので、ソリッドに変換してパートデザインで扱えるようにできます。さて、ここで注意していただきたいのですが、パートとパートデザインワークベンチは設計思想が違います。細かい説明はしませんが、パートデザインワークベンチというのはスケッチしたものを押し出して立体形状を作成します。なのでパートデザインワークベンチの設計思想として、スケッチや押し出しを行った履歴情報を保持しています。そこに無理やり履歴を保持してないパートワークベンチで作成した形状を持ってくるのはあまりおすすめはしません。パートからパートデザインへ 3D 形状を持ってくる方法はいろいろあります。ブーリアン演算を使ったトリッキーな方法もあるようです。今回は極めて一般的な方法で説明しますが、複雑なことをやりたい方はパートとパートデザインの設計思想をがっつり深掘りして理解する必要があります。興味がある方は依存関係グラフとか確認しながら操作してみてください。ではまずシェイプからソリッドへ変換してみましょう。星を 5cm サイズに調整したスケールオブジェクトをシェイプオブジェクトとして扱います。モデルツリーでスケールを選択してください。次にメニューバーのパートソリッドに変換を選択してください。モデルツリーにスケールソリッドが生成されます。ではパートデザインワークベンチに切り替えましょう。次に生成されたスケールソリッドを選択してボディをクリックします。するとボディの中にベースフィーチャーというものが作成されています。ベースフィーチャーのプロパティを見てみるとほとんど中身がないですね。座標系はボディに依存することになります。さて、ここからこの星を加工していきましょう。適当にメダルみたいな感じにしてみようと思います。この星を加工するにあたって水平にスケッチできるようにデータム平面を定義します。星の3つのデータム点からデータム平面を作成します。データムを作成アイコンからデータム点を作成を選択します。ここで星の頂点の1箇所を選択します。ビュー上から星を拡大表示して1点だけ選択します。選択したら OK をクリックします。あと2箇所の点も同じ操作方法でデータム点を作成します。選択したら OK をクリックします。モデルツリーにデータムポイントが3つ作成されています。この3つのデータムポイントを選択してデータムを作成アイコンからデータム平面を作成を選択します。あとはそのまま OK を謳歌してデータム平面を追加します。これでちょうど星の図形に水平な平面が作成されました。あとはこの平面を基準にスケッチを作成して図形を生成加工するだけです。データムプレーンを選択してスケッチアイコンをクリックしてください。スケッチが作成されたらあとは自由に図形を描画してください。ポケットを使って星を半分にスライスして円形の台座をくっつけます。適当に外側の縁を作ってメダルみたいな形にしてみます。さて、ウプ主はデザインセンスなんてありません。こんなメダルもらっても1日でなくす自信がありますが、センスある皆様ならいろいろ作品を作れることと思います。ベースとなるスケッチをお子様やお孫様に描いてもらってください。あとはそれを自由に加工して作品にするだけです。その他にもいろいろ応用ができると思います。実用的なものも作れると思います。以前子供用の落書きソフトのプロジェクトに微妙に関わったことがあります。テディの仕組みと同じ 3D 化の機能も一応搭載されていましたが、まあ全然需要がありませんでした。いろいろ応用できそうなのにもったいないなと思った次第です。ということでノスタルジーに浸りつつ当動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。